八代あかねです。今日ご紹介するのはこちら。じゃーん、ミニバースメイケンミニフーズイエーイ。以前こちらのですね、メイケンミニフーズのフードのバージョン1をご紹介しているんですけれども、今回こちらシリーズ2がね出ました。フードの方もカフェの方もシリーズ2が出ているんですけれども、今回前回人気すぎて購入できなかったカフェの方のシリーズ2を購入できたのでご紹介していきたいと思います。以前のね動画ご覧になってくださった方はご存知だと思うんですけれども、こちらはレジンでまるで本物のねミニチュアのお菓子やドリンクが作れるっていうキットになっております。なので今回もアレルギー防止のためのゴム手袋をして作っていこうと思っているんですけれども、早速開けていきましょう。今回ね2つ購入しております。シリーズ2っていうことと、前回ね買えなかったカフェシリーズなので前回と被ることはねないと思うんですけれども、違うものが入っててくれると嬉しいなということで、早速ね1個開けていきます。こちらね MGA ということで LOL サプライズとかを出している会社さんのおもちゃです。ミニバースメイケンミニフーズということでね、カフェシリーズ2という風になっております。まるで本物のようなねミニチュアスイーツが自分で作れるキットですね。さあ開けていきましょう。お、いい感じのペリペリですね。2層目のスリーブも可愛いですね。フードがいっぱい書かれております。カフェって書いてありますね。じゃじゃーん。見た目はね前回のシリーズ1のものとねあんまり変わらないですね。上が透明で下がね普通のカプセルなんですけれども、前回はねテーブルみたいになってこのまんまね飾れるっていうものでございました。今回中に入っているのが小袋が4つかな。はい、こんな感じで小袋が4つと、あと説明書系ですかね。なんかねこの紙が入ってますね。なんだろう、なんかミルキーのね包み紙みたいなマークですけれども、ただの紙ですね。今回もねご丁寧に3カ国語の説明書が入っておりますが、読めるの英語だけなのでね英語を頼りにしていきたいと思います。書いてある内容は基本的には前回と一緒で、飲んじゃダメだよとかね基本的な禁止事項が書いてありますね。で、始める前にっていうところが、レジンで遊ぶときは大人の人と一緒に遊んでねとかっていうことが書いてあります。で、一応ねこれ太陽光で固まるよっていう風に書いてあるんですけど、 UV ライトが使えますよってことも書いてありますね。やっぱり前回と同じようにテーブルがついてくるっぽいですね。それではね見ていきたいんですけれども、ラインナップは1個開けてから見ましょうか。今回ね4つ袋入ってるんですけど、袋の形的には前回と同じようにここに切り取り線が書いてあるので、こういう風に切るとスーパーのねショップ袋みたいになるよっていう感じになってます。ただ前回と違うのは袋が全部紙になっております。これはエコ志向ですかね。さあというわけでね開けていきたいと思います。袋のねデザインとかは前回と一緒かな。いきます。わお、あ、トングと、あとこれキャップにつける丸ですね。食べ物をねこうパコッと蓋するやつみたいになるんですよ、これでね。トング、あとケーキのクリームを塗るようなヘラが入ってました。なんか気持ち前回より柄が長くなってる気がする。やっぱりねレジン手につくとね良くないのでね。さあそれではこれから開けていこうかな。こんな感じでねスーパーの袋みたいな形になります。でもね今回やっぱ紙素材なので結構すぐね破れちゃいそう。1個目じゃん。お、クリームかな。バニラクリームが入ってました。サニーデイズバニラって書いてありますね。飲んじゃダメだよって書いてあります。これにね多分レジンが入ってますね。じゃあ次、これなんか大きい板みたいなのが入ってます。これでも袋の大きさ的にいけるか、ギリギリですね。紙なのでね来る前からねこことか破れてますしね、可愛いんですけどね。じゃじゃーん。おー、なんかすごい。何これ、チョコマーブルみたいなサンベイクズスイーツ。あ、マカロンって書いてある。すごい。これはマカロンのキットなのか。かわいいですね。このねパッケージがまず可愛いですよね。3つ目、お、
これはこれはマカロンズって書いてあるんですけど、箱ですね。出来上がったもの入れるんだ。ここにも同じ紙が入ってます。これは、1枚引いてある感じなのかな。そうですね。1枚引いてくれてるんだ。これで包むんですね、多分。なるほど。かわいい。これすごい細かい作業になりそうですね。超ちっちゃい。前回のね、フードの時は、やっぱり、ミニチュアといえども、こうね、パイとかだったので、結構大きめだったんですけど、そしてね、テーブルがね、入ってるとかって書いてありましたが、ないですよね。入ってないよね。じゃあちょっとラインナップね、作り方も書いてあるはずなので見てみたいんですけれども、何これ。今回隣にね、なんかシルエットになってるものがあるんですけど、今回当たったのこれですね。マカロン。このセットにはどうやらテーブルになるものがついてないということでしょうかね。箱があるからかな。どうなんだろう。ちょっと謎なんですけれども、なんでシルエット？裏を見るとこんな感じで表紙になりそうなものと、あとこの作り方ですね。これ多分この一角で切ってパタッと本みたいにできる、メニューみたいにできるっていう感じなのかな。面白いですね。でもこの2つはシルエットない。この3つセットでなのかな。これは冊子の作り方みたいなのがよくわかんないんですけど、前回と違って多分表紙っぽいのがね、こう各カテゴリーごとにあるっぽいですね。今回はね、ほんと作り方簡単で、マカロンの間にクリーム挟んでレジン硬化して箱に詰めていくっていうだけっぽいですね。前回より全然作る工程は簡単だなと思うんですけれども、じゃあ作っていきましょうか。まずこれ開けちゃいましょうね。可愛いのでね、開けるのもったいない気もするんですけど、すごいクッキングパッドみたいな板がついてくれてます。で、マーブルチョコみたいな感じではまってますね。バラバラにならなくていいかも。本当になんかちょっと薬のケースみたいな、駄菓子のプチプチやるやつみたいな感じで、マカロン一個一個はね、こんな感じですね。ちゃんとね、一応この端っこら辺が、こうマカロンのね、飛び出てる感じみたいにはなっていて、とても小さいです。ちょっとすいません。親指のね、ちょっと傷がもろ見えでなんか見苦しくて申し訳ないんですけれども、挟むとこんな感じですね。だいぶ小さい。親指の爪よりも小さいので、こんな感じ。小学生以上じゃないとちょっと作るの難しいですね。レジン触るんでね、ある程度大きくなってからの方がいいかなとは思うんですけれども、これね、そうだ、レジン振った方がいいですね。前回振った方がいいって書いてありました。私あんまり説明書読まずにどんどん進めちゃうタイプなんで、ズボラはいけないですね。これ両方とも手袋した方がいいな。片手でいけるかなと思ったんですけどね。持つだけで絶対クリーム手につくっていうね。いやー、ます。これ、つかめない。ちっちゃすぎて。絶対手ベタベタになります。皆さん絶対手袋した方がいいです。どうだろう、こんぐらいかな。こんぐらいでいいかな。難しいですね。ちょっとティッシュが汚いですがティッシュも置いて挟むだけなのでね、工程は全然難しくないんですけど、このマカロンっていうのが難しいですね。多分すっごいちっちゃいんではみ出る、はみ出るのもある意味いい味出んのかな。いやこれくっつけていくだけなんですけどね、結構難しいです。ベッタベタになりそう。この中でも結構難しいやつ引いたんじゃないかな。でもこのケーキもやばそうですね。超ちっちゃいケーキなんですよ。多分ドリンクとかは前回のとそんな変わんなくて、ここら辺はディップだし、これもねカップに入れてちょっとディップ。これ浮かせながら硬化すんのかな。これはかけるだけっていう感じで、なんか前回のより難易度低めのものも入ってきたっていう感じはするんですけれども、その中でもこれは工程は簡単なんですけどめちゃくちゃちっちゃい。可愛いんですけどね。ちょっとどんどん作っていきましょう。ピンクが取れちゃった。もう全部出しちゃいましょう。これ色違うもの同士くっつけても楽しそうだけど、全部一緒でいきましょう。じゃあオレンジ。これは小さい。ただレジンの取り出しやすさは前回とは比にならないぐらい楽ですね。でもこれチューブ型の方がありがたいかもしれない。うまく乗ってくれないんで手にベッタベタになりますね。本当にあんまりケチるとペタンコのねマカロンになっちゃう気もするので、程よ
多めで、ちょっとねこう隙間が空くぐらいがちょうどいいんかな。むずい。そういう意味ではこれやっぱちっちゃい子の手の方がいいんでしょうけど。これ難しい。これね押し込んだらこうクリームね広がってくれるかなって思ったんですけど、クリームとしてはある程度硬さがあるので、乗っける前にある程度広げておかないとクリームなしの場所ができちゃいますね、やっぱり。いやーこれはねマジでちっちゃいブッサイクになりそう。いやーこれ全然可愛くならない気がする。悲しい。いやこれしかもマカロンにこのレジンがついちゃうとテカっちゃうんですよ。ブサイクだな。デロデロ。いやちょっと待てよ、これねしかもトング使ってないじゃないですか。トング使ったらやりやすいんか。微妙。微妙。ドタバタ劇を今回なんかお送りすることになりそうですね、これはね厳しい。手が器用な方でも厳しいんじゃないかなっていうぐらい難しいですね。硬化されてないレジンはもうゆるゆるなのですぐね2つのマカロンがねずれちゃうんですよ。ちょっとでもねはみ出てると他のマカロンとくっついちゃうので、綿棒とかでやった方がいいのかな。表面についたレジンは諦めるしかなさそうですね。トングにちょっと働いてもらおうか。トングねそこまでね働いてくれるかな。でもトングある方がマシかも。考えられてるんですかね、ちゃんとね。むずい。トングある方が綺麗かもしれない。でもトングで掴んだところにちょっと若干クリーム乗らないので、一部ちょっと空洞の部分みたいなのができちゃう感じはしますね。いやこれ綺麗にできる人すごいわ。一番難しいの引き当てた気はします。ケーキも難しそうでしたけどね。でもトングある方がマシかも。あんま触んないでおこう。作るっていう行為自体はすごく楽しいんですけどね、難易度高い。全部ね用意してくれてるのでこれだけで遊べるっていうのはやっぱポイント高いですよね。これちょっとずれちゃってる。いいかな。こんな感じで結構ねレジン余ってますね。もっと入れるべきなんかな。どうなんでしょうね。でも結構しっかりクリーム見えてますね。どうなんだろう。もっと持ってよかったんかな。今なら間に合うけどって感じですけど、やり直しますか。もっと盛りますか。せっかくなんでね、もう失敗したら失敗で1個目とかねやっぱすごいビビってるんで少ないですね。じゃあもりもりスモアぐらい持っていきましょうか。あとこれで遊ぶときはね換気してください。すごいレジンの匂いします。なんかダメな気がする。ちょっと待って。このねバットにレジンついちゃって硬化するとバットとねくっついちゃうのでね。いやーちょっとねモリモリに持ってみたんですけど微妙。逆に盛りすぎたかなこれは。これねティッシュはたくさん用意した方がいいです。そして綿棒もあれば最高ですね。小さいって難しい。世の中のミニチュア作家さんたちの偉大さがわかりますね。綿棒あるのすごくいいですよ。これは本当にむずい。私がね不器用だっていうのもあるんですけど、でもこれ子供向けのおもちゃでしょ。なんか出来上がりはひどいことになりそうです。ゴム手袋にもねレジンがついちゃってマカロンにもついちゃうんですよ。でもこれゴム手袋しなかったら確実にレジンアレルギーになる人が続出すると思うので、全てのキットがここに入ってておもちゃのミニチュアお菓子が作れるっていうおもちゃとしての発想は素晴らしいと思うんですけど、実動してみると大惨事って感じですね。これ商品開発した人自分たちで作ってみたのかなってちょっと聞きたくなります。めちゃくちゃ上手い人たちだけがテストしたのかもしれない。これ何歳以上向け？8歳以上ですよ。これだいぶ厳しいと思いますよ。私が下手くそすぎるのかな。はい、とりあえずねベッタベタ状態ですが、今硬化前こんな感じ。もうクリームはみ出てるしマカロンの上にもねクリームついちゃってるので、本来マットなね質感の
マカロンなんですけど、多分ツヤツヤになると思います。さあ、硬化していきましょう。今回はね、時短のためにネイルの UV レジンライト使います。いや、これはね、可愛いんですよ。すごく可愛いし、器用な方だったら、私がこの悩んでるようなこと、もしかしたら全然ないのかもしれないけど、8歳以上を年齢対象にしてるんだったら、ちょっと厳しいと思う。前回のフードよりもだいぶ難しいですね。小さいのが難しい。さあ、じゃあね、硬化してる間に2個目開けましょう。ちょっと同じだったらね、1個はね、大事の子に取っておこうと思います。もうちょっとね、簡単な、楽しく作れるやつがいいな。もう今のは必死でした。難しくて。はい、出してみましょう。はい、今回もね、4袋入ってました。今回もね、テーブルっぽいの入ってないですね。ただね、袋触った感じ、さっきとは違うものっぽいので開けていきましょう。これとか、袋だいぶなんかずれてますね。ここで切ってもちょっとスーパーの袋にはならない感じがしますが、もうちぎっちゃいます。じゃん。あ、お皿が入ってます。白いプレートお皿ですね。そして2個目。じゃん。おー、あ、これは、いちごかな？チョコディップいちごかもしれない。さっき見たやつですね。じゃーん。チョコレートレジンでございます。可愛いよね。パッケージはすごい可愛いんです。いや、商品自体もとても可愛いんですよ。本当に。さあ、今回も、こっちと、あと今回スプーンが入ってました。じゃあね、いちご開けたいと思うんですけれども。これね、いちごもね、ケースすごい可愛いです。ハッピーサンファームスって書いてあります。じゃーん。開けるとこんな感じ。すごい可愛い。そしてヘタが長い。これヘタがついてくれてるのでね、手汚れにくいかもしれないですね。いやー、可愛いですよ。さあ、それではね、作っていきましょうか。今回これですね。いちごチョコディップ。作り方はもうかけたり浸したりっていう。超簡単なんだけどね。あ、これはちゃんと蓋ついてました。中蓋。あ、さっきのこれ蓋にくっついてたのかもしれないですね。中蓋。うわ、やば。これはね、やばい。チョコが完全に内蓋にくっついているので、すでに手袋の出番でございます。うわ、すごい。いきますよ。これは簡単かな？逆に失敗すると全部チョコまみれみたいになって可愛くないかもしれない。あー、なるほど。こんな感じになりますね。難しいな。これどこまでつけるか悩みどころですね。あんまり薄づきすぎてもなんか悲しい気がするし。うわ、これね、でも倒れちゃうな。むずいよ。倒れますね。これはもう倒していいのかな。で、スプーンは使わない方針でいきたいと思います。たっぷりつけて置いていく感じですね。いやこれさっきのよりだいぶいいですよ。さっきのよりはだいぶ楽。これなら8歳でもできると思う。ただね、これ結構ね、チョコの色が薄いんですよね。でしかもお皿に置いておくと下にチョコ流れていくんですよ。だからなんかね、チョコディップ感が減る。あ、そのためにスプーンあんのかな。これね、今一回硬化してその後にね、もう一回チョコをね、重ね塗りすればいいんじゃないかって思ったんですけど、それできないんですよね。硬化した時にお皿ごとくっついちゃうんで、二度掛けできないんですよね。なかなか難易度高いぞ、いろいろ。しかもね、9個入ってるっていうね、お皿に乗り切らない可能性がある。さっき使った手袋なんで、ちょっとペタペタしてるんですよ。ヘタが手袋にくっついちゃう。これ何？これをトングで掴めってこと？本来。こういうことか。なるほど。うん、確かに。悪くはないかもしれない。こういうことですね。最後1個どうしよう。最後1個は、入んないですもんね。ここに入れるか。あ、でも、これ先に作っちゃうと、もうチョコがけできない。ここに1回置いて、これでもスプーンでチョコかけていく？余計なことしない方がいいかもしれない。微妙にね、粘度があるレジンなのでね、思ったような形に流れてくれないですね。布団かぶってるみたいになっちゃった。いちごが。そして、お皿の上がやばいチョコになっちゃいそうですね。
でもね、どんどんチョコ流れてってるんですよ。上からチョコをかけて、ようやっとチョコディップっぽいかなっていう感じですね。全部ね、流れ落ちちゃうので、さっきのマカロンよりは全然作りやすいかな。これでさっきのいちごをに乗っけると。これでいいんじゃない？これで、よいしょ。マカロンは取り出しといて、これでいきましょうか。いきます。はい、完成しました。いちごの方はね、思ってたよりはいい感じにできたかなという感じで、やっぱりね、最後に追いチョコしといてよかったなって思います。かなりね、チョコがね、このお皿の方にね、流れていってしまうので、全然ね、いちごにチョコがかかってないみたいになっちゃってたんですよ、やっぱりね。硬化する直前とかね。なので、追いチョコして、ようやっと、チョコいちごかなっていう感じです。で、スプーンに乗っけた方が、こちら。これね、可愛いですね。スプーンに乗っけたやつ作ってよかったなと思います。いや、とてもね、可愛いんですけどね。ちょっとね、子供向けではない気がしますね。で、問題はマカロンです。マカロンは正直想像していたよりも出来がひどいです。もうお見せするのが恥ずかしいレベルなんですけれども、もうマカロンの上にね、こうやってクリームついちゃったので、レジンもろ見えだし、もうこんな感じで小さすぎてね、ちゃんとこうマカロンっぽく蓋をすることすらできませんでした。お見せするのも難しいぐらいちっちゃい。で、レジンはね、この上に乗っかってるものが着色されたものなので、レジン硬化されにくそうですね。今、いちごチョコよりも長いこと硬化してるんですけど、まだペタペタします。もうこれはね、ほんとひどい。どれもひどい。あんだけクリーム盛ったのにもうくっついちゃってるやつとかもあって、でも反対側だけはみ出てるみたいなね。ほんとお見せするの恥ずかしい。これひどいですね。半分クリーム食べられてるみたいになってます。激ムズでした。ぜひね、皆さんにやっていただきたい。これ上手にできる方、ぜひ、教えてください。Twitter とかでタグ付けして私に見せてください。で、これ、マカロンの方は、この箱がね、ついてきているので、これに入れるんですけど、こういうことかな。こうやって、で、このね、美味しそうに見える方を入れていくんでしょうね。箱に入れるとね、なんとなくマカロンっぽくはなるみたいな感じです。全然でも写真みたいに綺麗にならない。こうやって閉じて、蓋をすると商品みたいになるよということなんですけれども、これね、売ってたら怒られるやつですね。この出来じゃね。これはもうほんと個人の腕に左右されるっていう感じですね。この商品の出来栄えがね。上手にできる方にとってはね、もう素晴らしい出来栄えのミニチュアのスイーツが作れる可愛いキットなのでね、おすすめしたいところなんですけれども、自分は不器用かもって思う方は、マカロンが当たらないことを願って買うのをおすすめします。こちらですね、散々今苦戦していたんですけれども、実はあとフードバージョンとハロウィンバージョンも出ております。こちらね、2種類両方ともね、すでに購入してありますので、よかったら見ていただけたらなと思います。よかったらチャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。励みになります。それではまたお会いしましょう。See you!